今日はね、モンキーバナナ、これです。フィリピン原産の焙煎種。果実は長さが7から9センチと短くて、普通のバナナより柔らかくてもっちりとして食感が美味しいだそうです。これ再来年ぐらいになるっていう感じですね。売れちゃったんですけど、一つだけ自分家用に残しました。暑いところのね植物なのに、ここのところの暑さでね葉焼けしちゃってます。全くね、なんでこんなに暑いんだろう、9月なのにっていう感じですけど、もうしょうがないよね。暑いなら暑いなりにやることはあるんで。ね、これ5寸なんだけど抜いてみます。こんな、これね、メインの1本っていうのもないぐらい。どうしましょう。ちょっと分けたいっちゃ分けたいんですが、葉っぱが混み合いすぎてると思って、小株を取りましょうと思ったんだけども、こういうちっちゃいのを取っちゃおうか。ちっちゃいのって言ってもこんなにないね。分けてね植えた方がいいんだろうけれども、ちょっとこれ分けるにしてもどこをどう分けていいかっていう感じなので、間引いて、これでも多いっていうのですごくはびこるので、どんどん小株が出てきちゃいます。でそのうちに主株っていうのかな、メインの株っていうのが決まってくるだろうから、そしたら株分けしましょうかね。とりあえずこれで、これはかわいそうだけどコンポストでね、大きいのに植えましょうか。10号ぐらいに植えると実がなるっていうので、最初から大きいのに植えちゃいます。本当はねこのぐらいから徐々に大きくしていってもいいんだけど、どうしようかな。大きい方でいってみます。鉢が大きい方が赤玉もいっぱい入るので水はけも良くなるし、これなんかどうしちゃったんだろう。あとね、植え替えの回数もそんなに多くなさそうなので、オルトランと肥料は入れます。これで植えます。悪い葉っぱ取りたいんだけど、とりあえずねこのまんまもうちょっと大きくしてみます。バナナっていうのは実がなると枯れるみたいなので、小株がねいっぱいできてきたら分けて、次の実をならせるね株を育てるといいと思います。エンドレスで、増えるのは増えると思う。でも植えてからまた 2,3 年かかるのでね。で冬場は家の中です。地植えにするならよっぽど暖かいところですね。取りたいけど、このぐらいで。水は切れないようにたっぷりやります。生育温度が8度から35度なので、やっぱり冬は室内ですね。家の中に置く場所いっぱい作っとかないと。これはねサンスベリアの苗です。3寸ポットに入ってる。で夏の外に置いといたからね、ものすごく育ってて、鉢の中でパンパンになって抜けないぐらい大変なことになってる。これを3寸ポットのまんまというわけにいかないので、4寸に植え替えます。これはもう少しずつ根っこが育ってね、充実してきてパンパンになってきて、なんか小株が出てきてるやつほどパンパンですね。よし、取れました。いくつあるだろう。わかんない。15、6個、いや20個ぐらいあるかな。2の4のロの、いやあと12、14、19個、19、20ありますね。でこれね、どんな土に植わってますかね。こういう風に膨らんでくるのでパンパンになっちゃうんですね。で土はねどんなのに植わってんだろうと思うと、こんな土に植わってます。こういう石みたいなね、なんだっけ、パーライト、ちょっと硬い、この水を吸わないようなやつと、ヤシ殻かな、培養土がねこんなのに植わってます。でうち土はそんなに多肉とか別に何だから何っていうわけでもないんですけど、
多肉系を植えると思ってよーくふるいました。こんな土です。スポッと抜けるのは子供が、これね全部土を落としたい誘惑に駆られるけど、2本刺しちゃうのかな。まあこれね、土を落としちゃったって別に大丈夫。いや、これ子供が増えてきた感じだね。これをもう植える時には、増えてきた子がね、ポットの端っこにこうやっているじゃない。そういう時になんていうの、片側はこっちにいるでしょ。こういうので、これを植えながら説明ね。これを中心に植えちゃう。これまたこれが端っこになっちゃうので、ちょっとこっちに寄せて植えてあげると、この子供ものびのび育ちます。それでね、植える時にここにあんまり入んない方がいい。土が今入っちゃったから植え直す。この真ん中に土があんまり入んない方がいい。これはね、なんていうんだっけな、ムーンライトとかっていうのかな、白っぽいサンスベリアです。でね、これ4寸に植え替えてますけども、3寸で買ってきてるので、値段は3寸で買ってきた値段で考えます。足してる土もね土だし、手間賃を取るのもおこがましいので、だからこのサンスベリアが欲しいっていう人にとってみれば、ここまでねちゃんと夏の酷暑を乗り越えてね、ずーっと庭にいましたからね。もうほんとね、雨にも負けず風にも負けず、雨もビシャビシャ当たるところに置いてありましたから、かなりたくましく育ってます。金曜日にね、母のケアマネージャーさんが打ち合わせに月に1回来るんですけど、書類持ってね、ハンコを押すためだけに来るみたいな、来てね、それでバイクが盗まれたんですよ。それだからね、おばあちゃんの怖がりはなかなか進まなくて、それでその代わり防犯ビデオをつけましたとか言ってたらね、すごいいろいろ事件がありますよねと。前回来た時もうなんか大変だっていう話聞いて、今回またバイクが盗まれたって、普通の家だと数年に1回ぐらいのことがなんかどんどん起きますねと言われてね、なんかうちね、ほんとね、ちっちゃい時、子供がちっちゃい時からそうなんだけど、いつでも大事件が起きてるんですよ。もうほんとね、人に言ったらびっくりするような大事件が毎週のように起きるっていう子育て時代を経てきているので、なんか大事件に耐性がついちゃったっていうか、前回の大事件っていうのはね、今まで言ってなかったんだけど、実はですね、末っ子がね、これ言っていいのかな、バイクのね窃盗団の一味じゃないかっていうふうに疑われて、警察に逮捕されてしまったんですよ。驚きでしょ。朝一ピンポンでね警察が来て、それで昼過ぎにね逮捕しましたとか言って電話がかかってきてね、もう朝一ってほんとね5時半とかですよ。朝の5時半とかにピンポン。そしたらなんか人相の悪いねおまわりさんがね来てね、それで階段登って、息子の部屋は2階だから警察が来てるけど、その時は逮捕じゃないのね、ちょっと参考に任意同行ってやつかな。それでもうねおまわりさんが行ってしまってから、もうなんかね私もちょっとぼんやりしちゃって、でネットで調べたらね、朝一ピンポンほぼ逮捕って書いてあって、こいつ逮捕されるんだと思って、何やってんだよって思っていたんだけど、結局窃盗団ではないということが分かってね、釈放されました。不起訴処分でも随分拘留されました。なんかね、前回ちょっと参考にお話を聞かせてくださいって言った時に、息子がね友達をかばって本当のことを言わなかったらしい。それでねお仕置き逮捕みたいな感じだったみたい。それで私も警察に呼ばれたりとかしてね、嫌でしょ。それでいろいろ話をしたりとかしたんだけど、警察の人は私には丁寧だった。それでね、
私がまさかうちから前科者が出るなんてって言ったら、いや逮捕されても起訴されなければ前科はつきませんから大丈夫ですよってね、取り調べとかまだしてる最中に言われたので、なんか最初から起訴とか有罪にするつもりはなかったみたいな言い方でしたね。なんか恐ろしく偏見に満ちた逮捕だったような気がするんだけど、あんまり言うとね、なんか母子家庭の子だから悪さするだろうみたいなね、そんな感じの雰囲気だった。それで私と喋ったり、長男が行ったりとかしてね、ちょっと喋ったりして、息子もなんて言ったらいいんだろう、育ちが悪いわけじゃないからね、なんか常識がないとかっていうわけじゃないから、そんなに私は悪い子だと思ってないし、なんか友達の影響でバイクを乗り始めたんですかとか言われてね、なんかバイクは諸悪の根源みたいな感じでしたね。いや別にバイク乗りが全部不良っていうわけじゃないと思うけどなっていう感じ。その話はまたおいおい。面白かったですよ、その経験としてはね。裁判とかなんなかったからよかったけどね、長男がね、末っ子にね、お前自慢げに話すなよって言ってましたね。名誉な話じゃないんだから、留置場でどうだったとかね、なんかどういうご飯だったとかね、自慢げに話すんじゃねえぞとか言ってね、釘刺されてましたね。そんなこともあり、そしたらまた今度はうちのバイクが盗まれ、全くね、なんかそのバイクに乗ってね、ツーリングに行ってね、事故に遭う運命だったのをね、こう盗まれていけなくなっちゃってね、運命が変わったとかいうふうに思った方がいいかもしれないですね。取られたバイクはね、100万ぐらいは軽くするんじゃないかな、3台まとめてだから。全くね、金曜日の嵐の夜に働けど働けどってやつだよね。我が暮らしが楽にならざり、じっと手を見るきったね。これは昨日仕入れてきたポットマムです。これは菊ですね。説明書を見ると、春から秋を鮮やかに彩る多年草で、お花は夏から秋、多年草ですって、切り戻したらまた来年も咲きますよ。クリスタルレインボースプラッシュって言います。日向向き、対処性強し、非耐寒性だって。寒さに強くはなさそうですね。で、草丈が30から70センチ、草幅が20センチから30センチ、最低気温がマイナス5度で、水やりは普通。農林水産省申請予定品種、営利目的の増殖は禁止となっています。でこれね、15個ぐらい仕入れたのかな。それで、他は全部出品ヤフオクに出しますけれども、1個ね、昨日水上がりが良くなかったみたいで、ちょっと葉っぱがしなっとなってしまったので、これを鉢増しします。買った後ね、どういう管理をすればいいのかっていう見本ですね。でこれは 3.5 のポットです。で根っこはこんな、土もね、よくこういう培養土に植わってます。ピートモスみたいな感じなのかな。これはこれで悪くはないんですけれども、これをこのまんまね置いといたらダメです。よくね、こういうのカゴなんかにこう寄せ鉢にして、このポットのまんま、鉢のまんまこう入れて飾っとく、そういうカゴなんかも売ってますけど、そういうのでもらってもすぐ土に植え替えてあげたり鉢増ししたりっていう作業が必要になります。寄せカゴをねプレゼントするような時には園芸好きの人にあげるといいと思います。では早速ちょっと手袋しないとね。で 3.5 なので一回り以上大きい、だから4寸以上ですけれども、これが4寸鉢、ほんのちょっとしかサイズアップしないし、上が大きいんでね、ここにこう入ってもこの 3.5 とあんまり大差ない。なので5寸以上に植え替えた方がいいと思います。でこれは5寸に植えれば安定します。5寸以上だから6寸でも構わない。
ただ7号8号だとちょっと大きすぎです。なので5寸ぐらいがいいと思う。で鉢底入れて培養土入れてオルトラン、これは虫よけで冬場はね虫出ないんですけど、まだね暑いですから虫もお盛んですからね。化成肥料入れました。化成肥料はマガンプ系とかがいいんだけど、安いやつでも問題ない。何でもかんでもね贅沢に育ててあげる必要ないです。これで OK です。ここにラベルは間違いなく置いとく。これねここに引っ掛けとくと風で飛んじゃうんでね、私はこうやって縁に刺します。これでね水たっぷりあげれば、間違いなく可愛くなります。で動画ねこれ今日一日仕事して夕方になってもう一回見たらねシャキッとしてると思います。ちょっとこれ水あげときますね。でこれは同じくカクテルマム、さっきのも 3.5 だったけどこれもまさしく 3.5 です。でタッパがねさっきの方が大きかった。でこれは昨日じゃなくてその前に仕入れた菊ですね。マム、クリサンセマムとかなんとかマムって書いてある、そのマムって菊のことですから、それはほとんど菊の種類で、これもね寄せ植えなんかに私は使うんですけれども、3.5 で買ってきたら単品で育てる場合はやっぱり鉢増し、これも5寸です。 3.5 から5に移します。こういうねこういう葉っぱこういうのは取ります。で植え替えする理由としては鉢増しした方が水持ちがいい。ポットが小さいとその中の水分が枯れちゃうと水枯れしちゃいますから、こういうね5寸ぐらいに植え替える。そしてお花が終わったら切り戻します。こういうのだったら半分ぐらいに切っちゃってもいいと思います。これなんだろうな、花が終わったら草丈の半分くらいに切り詰めて冬に枯れ枝を取り除きます。春に新しい芽が動き始めたら大きめの鉢に植え替えてください。でこれ春植え替える時にもう一度切り戻しても大丈夫です。春に切り戻さないと巨大な菊になりますからね。スペース取ります。あとね今日はねどうしてもやりたいのが、多肉の植え替えでですね、こう売れ残りなんですけど、こういうタイプとこういうタイプがあります。2箇所から買ってます。そしてね私これはこのまんま販売しちゃうことが多いので抜いたりとかしてないんですけども、見てみましょうね。ほらねこんな土に割ってんの、これ普通の培養土ですよね。で根っこも、こんなもんここまで続いてこのぐらいです。で24以上ありますね。24、25、26、20、28個あります。これをねお手入れしながら鉢増ししていきます。でね皆さん多肉っていうのは多肉の土を買ってきたりとか、あと石で植えたり、無機質の栄養のないもので植えるっていうことが定番で、赤玉混ぜたりとかねそういうことをしてると思うんですけれども、販売してるところでもこんな感じなので、この培養土はねちょっと念入りにふるってあります。なのでみじんはあんまり入ってない。こっちの方がみじんが入ってるっていうぐらいです。でこれもピンセットでねほぼほぼ土を落としちゃうっていう人も多いんですけれども、あるものは使う。そのままの状態で植え込んじゃいます。そして普通の、植え替えの時にやって多肉ではやらないっていうことは水やりぐらいですね。この状態でしばらく放置。どうせ売れ残りのねほらこんなしっかりしたかえって水持ち良さそうな土に植わってる。うちにが入れる土の方がまだ粗い。これはハッピームーンって書いてあるけど、なんだっけゴーレムみたいな感じかな。ちょっと数年前までは多肉結構買ってたんだけど、うちは商売で園芸をやっているので、でねで植え替える時にどうしてもやった方がいいのはこういう植え替える時にしかできない下葉の枯れてるのを取る。もうほんとピンセットとかを持ってきて取った方がいいかも。これはやってください。これを取って植え替える、ね、これ本当は子供を分けちゃってもいいと思うんだけど、で多肉植物っていうのはあんまり寒くなってくると室内ですから
なんかね、大きくなるための植え替えね、私ちょっともりっとさせたいので、大きくなるための植え替えとしてはもうタイムリミットだと思います。これなんだろう、ガロット。もうね、こういう名前も生産者がつけてるオリジナルのもあるしね、もう分かりません。で生産者もね、名前分かんなくなってくると普通にエケベリアとか書いてあるからね、もう多肉の品種名とか調べ始めるとね、私は今何やってんだろうと思うぐらい時間かかりますね。で正確なのかどうかがちょっとよく分かんなかったですよね。4寸の鉢っていうのはね、ポイポイ捨てちゃうからね、あんまりないんですよね。これは黄金とじうさぎちゃんです。ふかふか。多肉もね、しっかり水をやってしっかり栄養をやってしっかり日に当てたりするとどんどん大きくなったりするんですけども、それをね切り替えて普通の状態に戻す時に枯れちゃったりするっていうこともありますから、あんまりねハイポネックスとかジャバジャバ上げない方がいいと思います。本当に置いとくと自然に大きくなってるとかいうのが理想ですよね。このね成長点のところに土が入っちゃわないように気をつけて鉢増しします。でこれは虹の玉、だらしなさすぎる虹の玉。これはね切ります。このぐらいに切っちゃう。徒長してますよね。でこの切った子はどうするかっていうと、こう気根みたいなのが出てますから、刺しておきましょう。刺す時にはもうギリまで刺しちゃう。前までは多肉も買ってたんだけど、買わなくなったっていうのは、ネット販売でね、多肉っていうのはもう飽和状態なんですよね。誰でも手軽に始められるので、増やして売ったりとかしてる人はね、べらぼうに安い値段で売ったりするんですよ。そうするとね、仕入れて売ってると、そういう人たちの値段に追いつかない。なのでね、やめました。でこのちびの葉っぱも放り込んでおくと根っこが出てくるかもしれない。でこれが虹の玉増やしバージョン。あとはこういうね、明らかに葉っぱが落ちちゃってるやつ、このまま腐ってなくなっていくのか、これもこうやって植えといてみます。もしかしたら出てくるかもしれないので、葉っぱは上に置いときます。こんなかじられちゃってるけど、ここがねちゃんとしてれば。でもこれね、きっとね7種でね、これが親でこれが子だなんてね、3秒で忘れますから。こういうねネックレス系はどうでしょうかね。ほら、根っこもしっかりしちゃう。ドルフィンネックレス。昨日仕入れてきたねグリーンネックレスも雨の当たらないところで、結構ビチャビチャだったから今乾かしてます。もう一か八かなんですよね。傷むかドロドロ溶けちゃうか。もう市場の人たちもね仕入れて売る競りにかけるだけなので、ものすごく詳しいわけではないんですよね。だから結構ジャブジャブ水やっちゃったりする時もある。そんなね市場の人をね悪く言うわけではないんですよ。ものすごく知識のある人ももちろんたくさんいます。専門家ですかね。それで商売して。よし、こんな感じでどんどん植えていきます。ふるってね、みじんは取り除いて、じゃあこれでどんどん植えていくといたしましょう。これ4寸が入るねケースで、あと植えてない。なんかね小雨が降ってきました。今日のなんかはここ虫食い、ちぎれたね。どの子が食べたんでしょうね。悪いですね。うまく取れなかった。腐るかも。パープルグリーンギルバだって。もう寒くなってきてからのね多肉の場所をちょっと考えものですよね。お家の中に入れなきゃいけないものいっぱいあるからね、取捨選択っていうか、こういうケースがね山のようにあるんです。それでゴミに捨てられないしね。で市場で昔は回収してくれてたんだけど、回収をねやめてしまって、でとぼけてね清掃センターに持ってったらね、商売ですかって言って、花屋ですって言ったらね、
それはダメです、事業系ゴミで出してくださいって言われちゃってね、どうしよう。で一度ね5年分ぐらい3年分ぐらいかな、綺麗に重ねてね、長男のお友達のつてで、これ子宝そう、一度捨てました。で今はスリムに同じサイズのものを重ねてね、かさばんないようにして貯めてます。ムーンフェアリー、子供がいる。でこういうのを取ります。お掃除できる時ってあんまりないからね、抜いた時しか。でこうやって上から見た時にこう手突っ込んでこっち側のを取るって難しいでしょ。だから植え替えの時に取ってあげます。こういうゼリーっぽくなっちゃってね、ほな取らないと。今実はね小雨が降ってるんです。でもねやりたいことがいっぱいあってね。でね今これ録画してるカメラっていうのはね、防水防塵カメラなんですね。カメラの北村で買ったの。展示の新古品で、私がちょっとねめいってる時でね、嫌なことが重なってなとかいう時期にカメラを、カメラの調子が悪いっていうのもそのめいる原因だったんだけど、そこでね北村で買ったらなんか充電ができないんですよ。でもともと使ってたルミックスの FX38 っていうのがね、私は気に入っててずっとあれを使いたいと思ってたんだけど、もう古い機種だし普通のカメラだからね、汚したりとかするのにすごく神経を使う。でこのカメラはねその防塵カメラだしね、いいなと思ってたんだけど、なんかね充電できなくってね、それで店員さんがなんかちょっといい感じの人だったんだけど、こう動じない感じの人でね、で親切なんだけど堂々としてるという。それでねこちらも質問してみたんですよ。ちょっと私のね新しいカメラだし私のやり方が違うかもしれないのでって言って、いろんな接続機器も持ってってね、それでちょっと試してみてくださいって言ったら、やっぱり充電できなくて、メーカーに戻しますって言って、でそしたら結局ね純正の充電器の線じゃないとダメだった。で違う線使ってたから充電できないということが分かってね、ケーブルなんて何だっていいだろうと思ってね、口さえ合えば。ところがどっこいなんですね。まったくね。これ PW だ。PW に植えちゃいかんよね。で調べてもらってね、1ヶ月ぐらいかかって戻ってきて、結局壊れてなくって、ちゃんとした買った時についてたケーブル使ってくださいっていうだけの話だった。それを調べるのに1ヶ月もかかる。商売なのにこっちはとかね。それなのでちょいとなんかね不満もあるんですよ。このカメラには連続撮影20分しか25分かなで切れちゃう。なんか23時間は連続録画できてくれた方が私はいいな。つまらんことを喋っててね、で気がついたら録画されてなかった。もう一回そのつまらんことを喋るのかと思って、ということもあるじゃないですか。こういうねぼーっと同じようなことをやってる仕事って結構好きなんですね。寄せ植えとかだとちょっと考えるでしょ、色の塩梅とかで。こういうのはこんなに根が回ってるとちょっとほぐしたりするけども、これ切っちゃう？切らずに。これはねミルクブッシュだと思うんだけど、森のサンゴって書いてあります。なんかこういうのをぼんやりやってるのが結構好きですね。いつかねウッドデッキかなんかね、裏庭この場所にウッドデッキかなんか作って、でテーブルとかでねちょっとこじゃれた、そこで園芸作業しながらバラなんかを育ててね、綺麗なガーデニングをしてみたいなとは思いますね。こういうのもね置いとくとね育つかもしれないね、能力のある子供たち。どうしよう、4寸ポットがなくなった。これなんかもね新縁じゃないよね、なんか傷んでる葉っぱがある。この子たちがね冬になる前にぷくぷくもこもこ大きくなってくれればいいなと思います。
もう別にねこういうのって肥料を入れるわけでもなし、鉢は転がってるやつだし、あとは太陽の光で大きくなるのでね、立派になっても高く売ろうとかそういう考えはないんです。ただ大きく育ってもらいたいなと思って、このやり方で育つとしたらねやればいい。でダメだったらやっぱりこういう土じゃダメなのかなとかね、いろいろ考えるところがあるじゃないですかね。そんな感じです。これね、このぐるりと傷んでるよね。だからもっとうわっと大きくなるのを願いつつ、ちょっとね雨降りでね、さすがにカメラもかわいそうなのでこれでやめときます。これはここに置いとくか。狭すぎるかな。こういうねひげ根わかりますか？こういうひげ根が出てる子は可能性ありですね。これは昨日植えて水揚げしといたホットマムです。3.5 号のやつを5寸に移し替えたら、そこそこシャキッとしました。ちょっとねこういう傷んでる葉っぱもありますけれども、お家で買ってきたらせめてこのぐらいの大きさねに移し替えてあげてください。であんまりひどい傷みの葉っぱは取ってしまっても次の葉っぱが出るのでね、見苦しくない程度にお掃除してあげてください。こっちはカクテルマム。これ色がねあんまり綺麗じゃないんだけど、枯れてんだかこんな色だかっていうようなテディベアみたいな色ですよね。で悪くなってるところはカット。そうするとまだつぼみも上がります。そして今日は自分家でサラダにしようと思ってこういうねなんだろうこれリーフレタスの苗を買ってきたんだけど、なんか自分家用だからって後回ししてたら伸びちゃったんで急いで植えます。これはまかないレタスで育てやすい。で食べる時にね1玉ずつお家持ってって1回1つぐらいな感じで食べちゃう。なので土もねこれはみじんなんですね。こういうふるって一番細かいやつで普段は使い物にならないので、うちではねみじんはコンポストの蓋をするときにね、コンポストが縁まで来たらちょっと虫が湧いたりとかねすることもあるので、例えばそのさなぎになって出てくるときに生きないようにねかなり上にかぶせるんです、土を。でそういう時の土にこのみじんを使ってます。15センチぐらい重ねちゃう。そうするとたとえそのハエがたかったりとかしてね虫が湧いちゃったりとかしても成虫になる前にすごく深く埋め込んじゃうのでハエとかは発生しないという計算のつもりでやってます。なんかね自分家のコンポスト雑草とかね、あとこういうようなものとかを埋めたりするんだけど、例えば魚の骨とかそういうものも入れちゃうので、あと野菜の皮とか、あとおばあちゃんが残したご飯の、ご飯粒とかそういうのもだってねお茶碗で残してきたご飯を私がさらって食べちゃうってもう自分の子供じゃあるまいしね、ちょっとそういうことはしたくないので捨てちゃうんですよ。でもなんかねコンポストに埋めると思うとね罪悪感もないっていうか、でそういうちょっと生物っぽいものがあるとやっぱり少しハエがたかったりする。フルーツの皮とかね。でそうすると虫が湧いちゃうんだけど、うちコンポストね穴をね掘るんです。このぐらい50センチ角ぐらいの穴をねスコップで掘って、掘れる分だけ掘るのね。だいたいそうね50センチぐらい。そしてそこに雑草だとかねそういうのをバンバン入れていく。でねコンポストとかって皆さんそのベランダに衣装ケースでやったりとか段ボールでコンポストとかするっていう動画とか見てるけど、すぐいっぱいになっちゃわないのかなって私は思っちゃうんだけど、うちは桁外れにねそういうクズみたいなねそういう植物残渣みたいなのが出るからかもしれないんだけど、1週間もしないうちにねいっぱいになっちゃうんですよ。
で私はなんとなく計算するんだけど、まあ虫が湧いちゃったとしても、それがさなぎになって成虫になるまでに1週間じゃ成虫にならんだろうと思ってね。で最後埋め戻しちゃいます。なんか結局ね、いろんなところでどうにかして虫って卵を産んで増える産卵をするんだろうけれども、わざとねそこで産ましちゃって、でその子たちが成虫になれないっていう風にしちゃった方が減るんじゃないかと。ため水なんかもいっぱいあるんだけど、そこでね定期的にボウフラが湧いたりするんだけど、それはねザルとねなんかガーゼみたいなのでこしてボウフラをね取ってね、それをメダカにあげるんです。そうするとねメダカはパクパク食べる。生き物ってね食べてる姿がすごく可愛いんですよね。だからそのため水を巡回してね、でボウフラいるとねよしと思ってすくってってなんかザルみたいなのにねガーゼかぶせて、でこすんですね。それでボウフラをメダカにあげる。まあ飢え死にしない程度にね十分行き渡る感じですよ。こんなフラフラだけど、まあ雨も降るだろうし、これでちょっと伸びすぎだよね。これ売り物にはなんないけど自分で食べます。これね20日大根みたいな感じで、すぐに大きくなるものなのでみじんでも大丈夫。これがちょっとね育つのに1ヶ月以上かかるようなものだったら土もちゃんと考えないといけない。でもこんなのはあんまり参考にならないかもしれないね。でもね結局園芸ってものすごくいろいろ準備も大変だし、お金もかかるしっていう感じではなくって、割と大雑把でも大丈夫だよっていうのをちょっとね実践して、なんかね東南アジアの方の海外のね園芸の動画なんか見てると、ものすごいすんごい悪い土使ってたりとかして、それですごいたわわに実ったりするの。あれは気温とかそういうのもあんだろうね。まだ今の倍ぐらいあるんだけど、とりあえずね自分家で食べる分ぐらいはねちょっと雑になるなっていうね、良くないね。これは、以前に植えたオリーブだよね。でダメになっちゃったやつを避けて、これもダメかな。育つわけないっていうぐらいいい加減に植えたんだけど、で植えるだけ植えて放置、どんどん減ります。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10個19個植えたんで半分ぐらいかな。ちょっと投げちゃったやつ見てみると、出てないですね。で元気の良さそうなの1個抜いてみる。出てないね。これはあれかしら、水に生けてあるのと同じ感じかな。そんなに簡単についてたまるかって感じかしらね。これもちょっとね様子見はこれはカルーナです。でこれはノンストップモカね。球根ベゴニアやろうかなと思ったけど、やっぱりこっちの方が先です。これねほっとくと枯れ上がっちゃうから。でこれはもうねこうやってもうどこからやっても大丈夫です。ここの肩を一回り削ると、これだけで風通しが少し良くなりますよね。でこの上に乗っかってる枯れっぱだとかは取ってしまう。結構ね売りに出てくるまでにこの子はすごく時間がかかるので、このポットの中で相当育ってるんです。だからね根っこもこんな巻いてる。で今こう肩取りましたよね。次にそこなんかね根っこが細いから毛布みたいなね感じになってる。なんじゃこりゃって感じですよね。フェルトみたいになってんので、これもねこう縦に入れたりすると取れやすいんだけど、丁寧にやってもいいですけど、たくさんやる場合はもうリンゴの皮を薄く剥くみたいにって私分かりやすいかなと思って説明してんだけど、もうほんと包丁でかつらむきしたいぐらいで、ここでこう絡んじゃってっていうか固まっちゃってる根っこは取ります。要はこのポットの中でねここまでこうなるにはある程度時間かかってるってことですね。でこれツツジ科かな。ツツジ科の常緑低木だよね。ツツジ科カルーナ、ヨーロッパ原産。一年中四季を通じて楽しめ、寒さにも強い植物です。だからこれからねいいんですよ。寒さの心配しないで。
家の中入れなくちゃいけないとかそういうのないんですね。で前回ね私売っちゃったんだけど、前回仕入れたのね買ってくれた人がこの手間を全部やったとしたらね、こういう風にやってくださいとは言ってんだけど、結構苦労をかけたし、もしかして枯れちゃったかなと思うと申し訳ないんだけど、これで一皮むきました。これなんか土が違うね。系統が違うから違うとこで育てたのかもしれない。これなんかもちょっと取るのが楽そう。でも結局ね、こうやって銭苔なんかが生えてるっていうことは、銭苔が生えるだけの時間をこのポットの中で過ごしてるってことです。一番似た感じ、これかなね。違うでしょ。一皮むいたやつ、これがそのまんまで、これの茶色のところを丁寧に取るっていうんだけど、これ全部やってらんないよね。ほんとね、丁寧に取った方がいいです。でこんなのは取る。上まで枯れ上がっちゃって、ね、間こう分けたりしながら、ちょっといじくるだけでも悪いのが落ちてくる。もうほんとね、私の丁寧さなんてね、もう全部やろうと思うとこれが限度、このぐらいが限度。本当はこういうところを間ハサミ入れて、めくらめっぽうでいいんだけど、こう切る、ね、で取る、切る、取る、ね、切ったら取らないとダメですよ。そういう風にしてね、ちょっとすかす。髪の毛多い人がさ、美容院でちょっとすいてくださいって言うでしょ。ああいう感じですかした方がさらにいいかもしれない。今 3.5 ポットでぎゅうぎゅうに根が回ってたので5寸に植え替えます。でね、肥料入れて培養土入れて、これで出来上がり。ボリュームも増しますよね。これなんか見て、ほら茶色くなってる部分がいっぱいあるから、ほんと厄介な感じのカルーナ。じゃあ続いてね、この厄介なカルーナやってみます。もうね、悪いとこ切ってみます。もう黒くなってるとこね、もうバサバサ切ります。ここなんか見て、で切ったのはもう取らないとダメですよ。ここだけなんか散髪して前髪切るの、ここだけ段になっちゃったみたいなね、ガタガタですけど、もうね、これは生存を優先して、見栄えはね後回し、枯れちゃうから、ね、茶色とこ切る。でここにある余分な積もってる落ち葉とかね、そういうの全部取って、風通しを良くするために、指1本ぐらいね、普通に簡単に通るぐらいの隙間は開けてあげてくださいね。隙間ないでしょ。こっちのね、逆にこう外側がへりがね上がってたりする。こういうので、こういうのを怒り型じゃなくてなで型にしてあげるのね。でそのために私はハサミでこうやって切っちゃうんだけど、あっちもこっちもやってみましょう。でこれでね、ほらちょっとここんもりしてるところなんかは削ってあげる。こんな感じ。もうこういう茶色いのは切る。下から見てもね、ほらちょっと茶色っぽいでしょ。花が散って茶色くなってるっていうのもあるんだけど、もうね、これはこれから丈夫にね大きくするためだから、ちょっとね今はねいいちょっと取れちゃっても、花がちゃんと残ってなくても取れる部分は取る。でこの下ね、下も一巻きで、下取らないとね根っこが下に伸びませんから、こうやってフェルト状になってるところからはそこそこ経験上思うんだけど、そこからは伸びない。でこの中でねぐるぐる、成長もしなくなっちゃうのかな。で静かに元気がなくなっていつか枯れるって感じね。光と水で春まで持ったりはするけど弱っちゃう。でこのフェルト状の部分を取ると、これねカルーナに限らず
こういう細い根っこでこうフェルト状になってるやつはもう全部取ってあげる。桃によって根っこの状態っていろいろ違うんだけど、ね、こうやって一回り取りました。例えばね、これなんかはアジサイ。アジサイなんかは抜いてみると、こんな、育ってないね。これカモセレクション。こう育ってないのを見せても参考になる。例えばね、これなんかクワズイモ。こういうのはほら根っこがこんななの。存在感があるでしょ。こういうものはこうちょっとほどいてあげればいいんだけど、違いがわかるかな。こういうね、細い根っこ、こういうのはもうしょうがない、切る。でここまで切ればここからまた伸びてきます。でこれがこの五寸の壁に当たったらまたこういう風になるかもしれないけどね、こう五寸の壁に当たった時にはこういう風になっちゃうかもしれないけど、それまでにはね随分時間かかりますので。でこれ養生してね、信用できる状態まで育ったらまた抜いて寄せ植えとかに使っちゃいますから、ちょっと茶色いところね、これが信用できないけど、こういうのね、茶色いところはできるだけ切りましょう。ものすごく丁寧にやってないので省略しちゃうけど。でこのカルーナはね、こんな感じだともしかしたらデベソに植えた方がいいかもしれないね。これちょっと土が違ってそんなにねフェルト状になってないから、でそういう時にはね変に崩さない方がいいです。このね一番上の表面ね、ここはもう指1本入るぐらい隙間を作って、ちょっと上の土を減らしちゃってますけど、でこれはね外回りはそんなにねフェルト状になってないから、こういうところだけちょっと切る。これ同じ生産者さんで色違いでこうケースに詰めてて、違う場所でね種類ごとに育ててんだと思うんだけど、ざっくり切っちゃうね。この灰色のカルーナはそんなに時間経ってないのかもしれない。これすごいどのぐらい根っこ張ってるか割ってみたい衝動に駆られるけどね、割らずに土を足して、これトントンってやるのは足した培養土が下がるようにね。でちょっとデベソ気味に植えてみます。そうするとね圧倒的に風通しが良くなるから。鉢がないね。5寸いっぱいあります。この5寸の鉢の下まで根が伸びる前に植え替えるだろうと思ってます、ね。これなんかもねもうすでに指1本ぐらいの隙間はあるんだけど、でもこういうとこね、どう枯れてるとこある？そんなにないね。ハサミどこ行った？これでこうね肩をなで型にする。こうやってこんもりなで型にしとくとデベソ植えもしやすいですよね。ほらこんな感じ、わかるかなね。ここが怪しいけど、ここなんかはちょっと坊主の散髪してるみたい。もう白く固まっちゃってる根っこは取る。これが綺麗なカルーナになってくれることをね、もう本当望みます。もう本当いつまでも暑いけど、涼しくなったら涼しくなったでね、あっという間にこう日も短くなるしね、1年なんてあっという間だなと思いますね。なかなかばあちゃんもなかなか1階まで降りてこれないし、なぜかというと工事が進まないから。もうねなんかお洋服だとかね、そういうの何にも買わずにちょっとお金ができるとね、電動工具とか買ってね、トリマーとか買ったんですよ。トリマーって知ってます？建具なんか作るのにすごくいいの。溝とかを掘ってくれるのね。だけど危ない。電動工具だしね。で危ないので買ってタンスの肥やしじゃないけど箱の中に収めてね、使わずにいたんだけど 2,3 回使ったのね。で使えば重宝する道具だと思う。丸ノコとか
そういうのと同じぐらいこう部屋なんか作ってると、こういう机の R、こういう机の R なんかをトリマーのビットによって削るとね、綺麗な丸になる。だから、手すりなんかね、2x4 なんかで作ったりしてると、角が尖ってるとこう怪我したら嫌だなとかね。でこう丸みがあった方が手に優しいじゃないですか。ね、ぶつかった時とかも痛くないし、でそういうのをトリマーってすごく簡単に作れます。でね、本当にトリマー欲しくてね、もう3年も4年もトリマーが欲しいと思ってて、でも危ない道具だから、その中古じゃなくて新品欲しいなと思ってね、なんかアマゾンのなんとか祭りの時に買ったんですよね、思い切って。でね、すごく使いやすいトリマーを買いました。いろいろ YouTube とか見てね、そのおすすめのやつ。でもね、使うとおっかないの。この間もうお兄ちゃんとかいない時にね、自分だけでトリマー使ったんだけど、終わったら手が震えてた。こうやってね、手が震えてるの怖くて、電動の振動で震えてんじゃないんです。怖くて、まあ怖がってるぐらいの。これなんかもすごいね、みっしりだね。こういう肩の部分っていうのが一番根っこが末端な感じですよね。毛細血管みたいなね、動脈切っちゃったみたいな、そんなんじゃなくて、末端の方の静脈みたいな、例えで言えばそういう感じかな。ちょっとね、こうやって基根から根っこが下がってるっていうのもあるみたい。でも切りました、風通しのために。細い根っこがね、土をこう掴んでいるから、さらにこうほぐしにくいっていうのもあるんだけどね。これはもう明らかにこう典型的なカルーナ。さっきも言ったっけ、そこは切らないと下に伸びていかない、横は切らないと横に伸びていかない。こういうのも園芸作業ですね。うちは実店舗で売ってるのは無人販売だけね。でも子供はちっちゃかった時からずっとやってるので、もう定休日とかね、そういうのも設けていないで、年中無休ですよね。盆も正月もなく売れれば発送するし、逆にこっちからね、お正月は三が日到着でも大丈夫ですかなんつってね、聞くぐらい。それでヤフオクの話をちょっとすると、今ね、何でも早いじゃないですか。アマゾンでも何でもね、買うと次の日届いたりするもんね。すごいよね、物流。急ぎませんよって言ってもね、すぐ来る。でヤフオクっていうのは、私もヤフオクでたまに物を買ったりすることもあるんだけど、大概遅いですね、来るのが。でもヤフオクってそれが当たり前で、一応ね、3から5日とか1週間以内とかね、そういう目安も書いてあるので、その通りに出品の人は発送してるので文句はないですね。それでね、私の場合は植物なので、こう3日も置くとね、姿形が変わったり花が散ったり、そういうことがあるんですよ。だから例えばね、今日出して終了日を設定できるんだけど、1週間ぐらいね、私はあえてね、もう最短で出してます。今日それだから朝急いで出すことあるんだけど、朝の10時までかな。朝の10時までに出せば今日の落札になるんです。なのでね、10時までは出品するものがあったら脇目も振らず頑張って出します。で10時過ぎちゃったらもう夜出したって次の日の朝出したって同じ終了ね、同じ終わる日はその翌日になりますから、10時過ぎたら他のことをやる。売れた分の梱包とか発送とかね、あと連絡が来た人に対してご案内したりとか、そういうことをやります。で結局ね、早くお手元にお届けしたい。で終わった取引についてはあれこれあるととってもめんどくさい。めんどくさいなんて言っちゃいけないんだろうけども、例えば
こういうことを言ったら悪いんだけど、育て方はどうしたらいいんですかとか聞いてくる人とかいるのね。で、そうすると私はネットで調べて答えるんです。何でも知ってるわけじゃないからね。だから自分でちょっと調べてごらんって思っちゃう。あとはね、その問題があったお取引っていうのはすごいめんどくさい。それがね、ヤマトの運ぶ時に倒れちゃったとか、寄せ植えが崩れちゃいましたなんていうのは作り直して送ります、ね。そういう時もヤマトにうちまでね返してもらって、それで器なんかを再利用するから、要はね、ヤマトが理由で破損とかになるとヤマトが弁償するんですよ。で、ヤマトにあんまり弁償させたくないね。だから1000円で売った寄せ植えでも戻してもらえれば、その花も使えるのあるかもしれないしとか言って現物を見て、それで同じお花で作り直して再度ね持ってってもらうんだけども、そういう時にはその再発送の料金はもちろん大和持ちで、寄せ植えなんかを作り直した時には新しく使った分の苗の代金だけもらう。で、実際のところね、戻ってきてた苗をもう一回使うかっていうと使えない場合も多いんだけど、あんまりその1000円で売れたものですとか、ネットで高くなったからこれ1000円で出したんだけど1800円になったから1800円ちょうだいってね言うのはあんまり言いたくない。お互い持ちつ持たれつなのでね、ヤマトなんかは。で、そういう風にしています。あとはね、その問題ありのお取引で、そういうのもたまにあります。で、私は新規の人は入札しないでくださいとかね、評価数が1桁の人は入札しないでくださいとか、そういうことは言ってないです。誰でも初めてっていうのはあるからね、誰かがその取引しないとその人の評価増えませんから。それで新規の人っていうのは慣れてないからスムーズにいかない場合が多いんだけど、それは新規だからしょうがないよねっていう考え方です、私は。でもその新規の人でやっぱりね、確信犯みたいに入札落札だけしておいて、あとは梨のつぶてみたいな人がいるんですよ。でね、一応こちらは名乗ってファーストメッセージっていうのかな、住所書いたりとかね、新規の人とかはそのまとめ取引ができないのね。評価数がね10いくつとかにならないとまとめ依頼っていうのができないんです。だから今落札が誰が買ったかっていうのはね、出品者に分かりにくくなっているので、あれ何なんだろうね。買ってる方の人を守るっていうことなのかな。昔は ID が出てたんです。だからね、この人2個買ってるなとか複数買ってるっていうのが分かったんだけど、1日に10個ぐらい以上売れると全部ね、その落札者情報っていうのをクリックして誰だろうっていうのをね、そういうことをやる気力がない。なのでお得意様がまた買ってくれるとかって昔分かったんだけど、今落札者情報を書いてくれるまで誰が買ったんだか誰が入札したんだかっていうのが分かんないのね。今年になってそういう風になったような気がするし、あとね、ニックネームとかっていうのになって、自分でニックネーム決めるんだけど、自分の本名をニックネームにしちゃう人とかいてね、大丈夫かなと思っちゃう。個人情報大事ですからね。そんな本名をさらしちゃっていいのって思うんだけど、もしニックネームを本名にしてる人がいたら今から変更できるとしたらね、変えた方がいいと思いますよ。さっちゃんだとかね、みっちゃんだとかね、何でもいいんです。連想できるのでもいいけど、フルネームで自分の名前にしない方がいいんじゃないかなと私は思いますけどね。ちょっとここら辺怪しいよね。黒くなりそう。じゃあそれでね、ヤフオクってね、そういう梨のつぶてで結局そういう場合は落札者都合での削除をします。で、昔は落札者都合の削除をすると
ヤフーからね、必ずその悪い評価が一つついた。だけど今ね、削除してもどっちにも悪い評価がつかないようになった。だからなんていうのか、幸福評価とかっていうのを気にせずに削除がしやすくなってますね。でそういう場合はこの人はうちから買ったんだけども、買っただけでうんともすんともなくて、これやっばー、かわいそう、取れちゃった。がっぽり取れました。なんだろうな、クリサンセマム花かんざしかな、それでやっぱりポコッと取れたことがある。それ以来2度目ですね、こういう取れ方するの。それでね、私の方から悪い評価をつけることはできるんですけれども、なんか私も個人主義っていうか、その人のことを思えばこういうことをやると悪い評価がつくんだよとかってね、思い知らした方がいいとか、そういう意見もあるんだけど、もう人のことなんかどうでもいいと思ってるので、新規でたまたま買った人を連絡がないから削除しました。その人のために何かね、教育しなくちゃいけないなんて、そんな義務ないじゃないですか。もう本当に縁の薄い縁ですよね。商売取引にもならなかったんだから。だからね、そういうのは削除してさっさと忘れる。で再出品したりとかね、そういう手間がかかるので、そういう場合はその人を、悪い評価はつけないんだけどブラックリストに入れます。でね、ブラックリストっていうのはもうその人からうちでは買えなくする。でね、それはもう出品者の権利なんですね。ブラックリストに入れるっていうのは何かあったかもしれないし、それでそのブラックリストに入れた場合っていうのは、説明責任があるかっていうと何にもないんです。ちょっと気に入らないとかね、そんなんでもブラックリストに入れるのは自由、出品者の自由です。でどうしてですかって言われても、もうそういうのが鬱陶しいから嫌なんですとか言うんでもいいんです。ただむやみやたらとブラックに入れると自分の商売の幅が減っていくので、私はもう本当にね、取引が成立しなかった場合はブラックリストに入れます。それから明確な理由で線引きで決めてて、商売で得にならなかった場合はブラックに入れることもあります。であとは何度もこの人ちょっと引っかかるみたいな取引が続くとね、その人の名前をね、なんとなくお得意様になってくるとね、何回もそういうやり取りしてて、何回も例えばちょっとしたクレームが来たりとかね、負けてくださいとかね、そういうのがあったりすると、なんとなく覚えてたりする。それが何回も繰り返してくるとブラックに入れることがある。でもそれでも損しなければ入れない。ちょっと感じ悪いなっていうお友達とかもいるじゃないですか。そういうのいちいちブラック入れてたらね、商売になりませんからね。でもね、大体いいお客さんが多いですよ。でこの頃ね、評価数がねちょっと増えてるんです。1日に1とか2とか増えるの。もうね、もう結構1万とか評価超えてるんだけど、あんまりね、評価ってね、お得意様が増えてくると、お得意様が買ってくれてすごい安定してるとすごい穏やかな商売になるんだけど、同じ人が買って何回評価してくれても評価数っていうのは増えないんですよ。だから評価っていうのは到着のご連絡みたいな感じなのね。で新規のお客さんがうちから買ってくれるのが初めての人が買っていい評価をつけると初めて評価が一つ増えるんです。でそれでこの頃ぼちぼち増えているので、 YouTube 見てくれてうちから買ってくれる人がいるんじゃないかなって思ってる。嬉しいよね。で倉庫行ってる間にこのカルーナはこっちに持ってきたのは全部植え替えしました。でまだちょっとね、こういう色が悪いとこもあるので少し気をつけて見ていく感じですね。で本当はね、この球根ベゴニアを植え替えようと思ってた。でね、これ
こんななんだけど、植えちゃうとまたすごくモリモリしますよって言ったのをね、本当かよって思うでしょ。だから一つ植えてみようかなと思ってた。ポット苗から5寸に植え替えました。この黄色くなってる葉っぱだけ取ります。でね、この八重咲きのがオスのお花で、この一重のさっぱりしてる方がメスのお花です。でね、こっちの方にもつぼみがある。ここにもあるね。で、葉っぱの数も1234567枚ぐらい、78枚ね。これがどのぐらいで大きくなるか、これをね、もうすぐお見せできると思う。でね、こういうのね、ポロッと落ちたりするのは、花持ちは一つの花で1週間ぐらいかな。でもこれね、侮りがたく咲きますから見ててください。夏にね、割と花高々でどう元気でしょうって言ってたね、カーネーションが枯れてしまったの、母の日の。だからもうね、がっくり。2年目もやっぱりダメだった。また来年リベンジ。ほんと秋まで咲かせたいけど、今年の夏はね、暑かった。今年の夏は暑かったでね、全部ね、こう言い訳に なりますね。でね、うち次郎柿があるんですよ。で、次郎柿が花が咲いてちっちゃい芽がいっぱいついたんだけど、ポロポロ全部落ちちゃった。でね、隣のおじさんに言ったらね、消毒しないとダメだよって、柿の実はね、消毒しないと落ちるんだよって言われて、ああそうかって思ってたんだけど、さっき見たらね、1個なってた。もう本当に嬉しい。高いよ。1年手かけて1個だからね。見て、これが柿1個なってんでしょ。残念ながら1個だけど、このもフラフラしてるのとかもあるからね、やっぱりよく見た方がいいですね。それでね、おばさんは一人暮らしをしているんだけれども、なんだかね、うちの母と同じで寝たきりになりそう。それでね、おばさんの甥っ子姪っ子っていうのが、私と私の兄弟と、あと男兄弟のところに子供たちがいるんだけれども、その子たちとは結構もう疎遠になってる。もうちょっと止めた方がいいね。それでね、東京に行って帰ってくると4時間かかるんですよ、往復で。だから片道2時間。遠いんだか近いんだかって感じですけど、なのでね、近所にのケアハウスみたいな、自立支援型の老人ホームみたいなね、そういうのがあるから、そこに引っ越してきて私がお世話するっていうのはどうでしょうかっていうような話を軽くしてきました。こんな感じでどんどん支柱を立てていきます。まだね、いっぱいある。やっぱり一個一個見ないとね。ほら、これなんか折れてる。そういうのもあるんですよね。こういう、ほら、これなんかも折れちゃってる。頭が重くって折れちゃうんですね。もったいない。支柱立ててあげないと。これなんかも自立はしない。ダリアって球根なんですよね。これはね、絶対植え替えないとダメなやつでしたね。あと12345 6個ね、頑張りましょう。続いてですね、これがね、見て、プランターで作れる万能ネギ、薬味や炒め物、味噌汁などに最適。野菜苗の落合っていうところがね、この頃いろんな野菜出してます。これプランターでも育てられるって。それでね、株が混み合ってきたら2、3センチ間隔になるように間引きをしますって書いてある。でね、これね、ものすごいたくさんあるんだよね。これ細いネギ、とりあえずね、3つの集団に分かれてますね。それでね、ちょっとこのぐらいのに植えてみようかなと思います。で、化成肥料をたっぷり入れて、でこれはもうこのままで分けない、間引いていいって書いてあったからね。どうせ小ネギだし、ネギというのはもう何回か買ってきて自分で植えたんだけど、スーパーで買ってきた根っこ付きの小ネギを飛行機うるさい。
スーパーで買ってきた根っこ付きの小ネギを、上の方使って根っこを水の中に入れとくと根っこが伸びてきて、それを植えとくと1回か2回ぐらい収穫できちゃったりしますよね。そんな感じでね、割とネギって初心者でもいいんじゃないかなって思ってます。私はほぼほぼ初心者とねいうことでね、手入れしないから。でこれでそうね、今ネギ高いからネギが取れるように、なんか農園で作ったオリジナルブレンドとか書いてあるから土も戻しちゃう。さあ楽しみですね。いい匂い、ネギの匂いがする。これあと9個あるんだけど、店頭で売るかそれとも植えちゃうか、もう1個ぐらい植えようかな。もう1個植えます。もう1個ね。これはね、今うちでは店頭の無人販売でこのポットで150円で売ってます。高いんだか安いんだか。でもね、市場でこのネギは1ケース20個入りしか売ってなかった。でこの万能ネギと九条ネギの2種類を売っていて、この万能ネギの方が競りが早かった。この万能ネギの次に九条ネギだったのね。それで私ネギ欲しかったんで1個しかなかったから、私が買ったわけです。でその値段が高いか安いかね、ちょっとね高く買っちゃったかなと思ったの。でもそしたら九条ネギは私が買ったより高かったから、私の買った値段は適切だったなと思って。2ケース販売とかだとねパパンと売れちゃうこともあるんだけど、自分が頭で買わなくて済むわけ。人が誰か押したら押すっていうね。そうすると値段がわかるんだけど、1個しかないものっていうのは自分で値段決めなくちゃいけないからね。変な値段で買ってきてるものもあるはず。これフォーチューンベゴニアです。それで買ってきてそのまんま置いてあるんですけれども、ちょっとね植え替えしようかなと思って。なんかこの子の良さがね発揮できないので、これをねもうこんなでしょ、土もで肩だけ落として、それで鉢増しします。でこれはね鉢増ししたのを売るわけではなくって、ちょっとここで育てる。でムクムクしてきたら寄せ植えとかに使います。これねこうやって植え替えるとうわっと大きくなりますからね。ちょっとクラクラしてるようなやつが植えるとしっかり自立しますから。それで植える時に折れてんのとかは取る。で今度はベゴニアですから、あんまり水浸しも好きじゃないので、少し気持ちデベソで植えます。でもなんかねくたびれた。やんなきゃいけないことがいっぱいあって、それで土地のこととかはね24日に予約受付開始とかってね、無料相談言ってたんだけど、気がついたらなんか26とか7とかになっちゃって、でおばさんとこ行ったりとかしてたからね、10月の相談はやめようと。そんないっぺんにいろんなことできないね。なんだっけ、聖徳太子じゃあるまいし。だから一つずつ緊急性の高いものから片付けていく。でおばさんのことだって私がご飯3食作ってねいろいろやって全部お世話しますよっていうことではないですから、適材適所っていうかね、いて幸せになれるところを探す。今よりね、それをおばさんと相談しながら進めていこうかなと思って。なんかねご飯をちゃんと3度心配しないで食べられるっていう環境をね作ってあげたいなと思って。なんかヘルパーさんが週3で来るんですって。それで自分ではご飯作らない、もう火とかね危ないのでキッチンは使わないと言っていたので、じゃあレンチンして食べてんのかなとかいろいろ、あんまり時間もなくてね、根掘り葉掘りというわけではなかったんですけど、どういうことがいいんだかっていうのをね、もちろんケアマネージャーとかね役所の人たちとかとも相談しながら決めていきたいと思っています。そういうのは方向性が決まるっていうか、段取りさえできればうまくいくような気がするんですよね。しばらくね
東京行ったり来たりっていうことがあるかもしれない。これがこの傷んでるところがなくなっても、こんなのね傷んでるよね。取っちゃおうかな。八重のお花っていうのは傷むとねかっこ悪い。でも私も専門知識があるわけじゃないのでね、帰ってきてからね、母のねケアマネージャーさんに電話して相談してみました。そしたらいろいろ調べてくれると言ってましたから、私が一から探すより専門家がねパンフレットとかね探して持ってきてくれるって言ってました。でもなんか自分一人で決められない。どうしようかなと思って、費用がいくらかかるとかね、そういうのもちゃんと相談しないといけない。植える時にね虫がいたりとか、下の方の枯れっ花とかはね植え替えの時によく見て取った方がいいです。なかなか手突っ込んでね取りにくいものですから。よし、じゃあこれで今日はカレーを作ったんでね、晩ご飯はカレーです。お腹も空いたし、まだ晩ご飯には早いんだけどね。今日はこれでおしまいにします。ですね、これはノボタンコートダジュールです。でね、5寸で仕入れてきたんですけど、仕入れてきてそのまんまです。それでね、1個ずつ番号振って売ったんですけど、売れなかった。売れ残りです。1個しか売れなかったのかな。それでね、これがね、花がね、1つ咲いてます。で、ここにつぼみがあるんだけど、つぼみが咲かずに落ちちゃってる。でね、これなんか、あんまり良くない感じするんですよね。なので、ちょっと抜いてみます。根っこは育ってる。でこのコートダジュールっていうのはシコンのボタンとかってねいろいろありますけども、お花がちょっと細い感じでね、綺麗なんですよ。で割とねそんなに手間のかからないいいお花のはずなんだけれどもね、あんまりちゃんと花も咲かないし、なので植え替えてみます。根っこはね別に根腐れしてるわけでもないし、なんだろうね、栄養が足りないのかな。新芽は動き始めて、ここら辺の新しい新芽出てますよね。で開花期も、秋に咲くんだからこれから咲くはずなんだけど、今植え替えてね、これつぼみもある。なのでまだちょっと期待してます。で5寸を5寸に植え替える、そんなに大きくしたいわけではないので、とにかく肥料を入れましょうね。肥料を入れて、土を入れて、そして悪いとこ切る。咲かないお花、つぼみなんかは切っちゃって、これで動き出しますかね。もう葉っぱの先がね茶色くなったりとかしてね、いかにも元気がなくなりますよっていう感じなのね。でもこういうところに新芽が出てきて、まだいけるっていう期待が持てますね。これでちょっとね様子見てみます。それでこれは自立してますけども、こういうのね割とフラフラしちゃう。なので支柱をちゃんと立ててあげるといい。抜けない時にはねちょっとあっちをこう揉むんですね。そうすると抜けます。叩き壊してね抜くのはあんまりやりたくないので。であんまり影響のない肩を外します。肩の土ね。その時に表面の雑草や枯れ葉も取ります。土が少ないのかもしれない。でほぐして取れちゃう根っこはもう取っちゃっていいです。ちっちゃい熊手みたいなのでねかいてあげると根っこがほぐれますからね。道具使って割り箸みたいなのでね、こうやってこうねハサミやっちゃったね。こういう風に下に向かって土を落としていくとよく取れます。もともとの根鉢が 3.5 のポットだったのかもしれない。で土を入れて肥料を入れて、根っこ切ってもいいと思うんだけど、速効性で花までいってほしいので切らない。根っこ切ったりするとね痛いよ。それのダメージが多少あるでしょうか。そしてお手入れ
これ咲きそうよね。そしてこういうフラッとしてるところに添え木をしてあげる。これね、探したらありました。こういうのがすぐにね手元にあってパパッと仕事できればね、仕事ってはかどるんだけど、あれがないこれがない言ってるとね、すぐ私はやる気をなくす。うちの中に入って探したっていうねことだけでも私は今自分を褒めたい気分、ね、こうやって支柱を立ててあげます。でこういうもともとのね古い葉っぱは深緑なんだけど、新しいのはちょっと若い色してる、ね、わかる？こういうのとかこういうのとか、ここら辺でこれつぼみ上がりそうですね。期待しちゃう。でもこれもともと 3.5 の根鉢のを、5寸に移したっていう感じがしますけれども、鉢からスポッと簡単に抜けないってことはそれなりにしっかり時間をかけて育ててる。なのでね、期待外れで終わってしまったらかわいそう。大器晩成、ね、私は子供の頃よく言われました。お前は大器晩成だ。いつになったら大器になるやらね。もう60ですよ来年。何でもすぐにねパパッとできるわけじゃないけれども、結構しつこく頑張る。でもこういうお花とかも今日やって明日っていう成果の出るものじゃないので、なんとなくね気長にはなりますよね。これは咲いてる。で新芽の先のね枯れてるやつは切っちゃう。このわかるかな、ここね、ここに2個芽が出てる。だからこの間のこっから先はいらない。そういう感じで切っていきます、ね、そうすると枯れ枝ね、枯れっぱなもなくなるし、枯れ枝もなくなるし、そして支柱はいらない。これね、なんでものすごく安かったんですよ。お彼岸の時に買ったからかもしれないけど、雑なお花の部類ですね。これからシクラメンとかも出てきますけれども、安くて雑なシクラメンもあるし、非常に丁寧に作ってあるシクラメンもある。そして当然のように丁寧に作ってあるところはものすごくね高いです。で私は雑な作りの中でも、ね、割といい感じに育ってるものを選んで買ってくる。ものすごく高いのはね箱入りでね、5個セットとかで流れてきたりするんですよ。もう箱に入ってんの、贈答用のシクラメンね。もうすぐそういう季節ですね。シクラメンなんかまだ早いよって言ってるうちにあっという間にね、ほぼほぼシクラメンみたいなね風になっていきます。今年はどうだろう。去年はあんまりシクラメン買わなかったような気がする。どうしようかなと思ってるうちにシクラメンが終わっちゃった。欲しいようなそのレアな品種みたいなのがあんまり出てこなかったっていうのもあるし、お値段に折り合いがつかなかったっていうのもあるし、もう園芸関係の仕事はもう生産者さんもね難しいんだと思いますよ。季節感がね、今だって10月なのに今30度とかってね、最後の30度ぐらいなんじゃないかなと思うけど、9月に入ったばかりみたいな気温ですもんね。で、ガーデンシクラメンなんかね、こういうのポットで出てき始めた。でもうちょっとするとパンジービオラが出てきて、でもうその後もうちょっとするとハボタンなんか出てくる。でそういうのは今一生懸命作ってるんでしょうけれども、この暑さでね種をいつまくかとかね、そういうのちょっと難しいんじゃないかな。例年何月何日に種まきとかってね、決まってるルーティンがあるかもしれないんだけれども、私が農家だったらね疑うよね。種まく日になったけど本当にこの気温でまいちゃっていいのって。もう年配のね農家さんなんかは
もうこれ作ってね、失敗して大赤字になるんだったらもう引退して年金生活に入ろうかななんてね、いう感じでやめちゃう人もいるんですよね。ちょっと切る。観葉植物なんかやってた農家さんもね、やめちゃったしね。ちっちゃいミニ観葉とかカランコエとか作ってた、なんだっけな、グリーンなんとかって、そこもやめちゃってね。だから今園芸を果敢にやってる農家さんとかはね、頑張っているんですよ。そしてお花もね、仕入れも安くないですからね。駄菓子仕入れるのと違って本当に安くなった時に私は菊なんかを買ってね、店頭販売してるんだけど、売れなくても捨ててもいいような値段の時だけ買ってきます。でも怖くてね、あんまり買えない。店頭販売にはクーラーもないしね、冷蔵庫みたいなのがあれば暑い時大丈夫なんだけど、ないのでヘタヘタになっちゃうとね、買う気にもならないしね。でも切り花買うっていうのはね、自分がお花が好きだからワクワクはするんですよね。バラ買いたいなとかね、ガーベラ欲しいなとかね。バラもいろいろありますからね。咲き方とかね、昔の剣弁咲きみたいな、いかにもバラみたいなのじゃなくて、ボタンみたいなバラとかもあるしね。そういえば昔ボタンとバラっていうのありましたね。恐ろしいドラマ。時代ね、昔私あれ見てたんだけど、昼ドラの帯があったんですよね。毎回ドロドロのドラマをやる。私はテレビっ子なのでね、昼間赤子の面倒を見ながら昼ドラ見てましたね。これなんか枯れ上がっちゃってるところは切る。でね、このノボタンコートダジュールっていうのは地植えができる。ものすごい寒いところじゃなければ地植えが大丈夫。マイナス5度とか言ってたかな。マイナス5度って微妙ですよね。薄氷が張るぐらい、そういうところなら越冬できる。厚い氷が張るようなところはちょっと厳しいから鉢植えにしといて室内に入れるとか、軒に置いてゴザとか巻いとくとかね、そういうやり方をすると生き延びます。まあね、寒い時には室内になんて言ってるとね、室内に置かなきゃいけないものはいっぱいありますからね、あんまりそういうのは、おすすめしない。よっぽど広いサンルームでもあればいいけどね、そんなんないでしょ、普通のお家に。でこれは棒を立てたの1個だけですね。あとなんとなく上にシュッと自立してるので、これでしばらく置いて、こういう先っぽが茶色くなってるようなね、葉っぱが更新されてきれいになれば、これはね取っちゃうっていうのも一つの手なんだけれども、このぐらいになってきたらね、息子らしくなってきたら取ってもいいけど、あんまり葉っぱがないうちにこれ全部取っちゃうと光合成する力がなくなるから、こういう新芽ね、こういうところに出てきてる新芽、こういうのが大きくなってきたら、その茶色い葉っぱを取ってあげると株がきれいになります。お化粧直しね、シミだらけみたいな感じじゃなくて、きれいな葉っぱになりますから。これはこのまんま様子を見ます。